はい、皆さんこんにちは、ルーです。今日は緑のマスカラを使ってこれからの季節にぴったりなメイクをしていきます。普段からよくハイライターとして使ってるんですけど、今日は顔全体にのせていきます。プチプラなんだけど、程よいツヤ感ですっごく優秀です。オーガニックコスメっていうと薄付きで崩れやすいっていうイメージがあったんですけど、このスティックコンシーラーはカバー力があってよれにくくって崩れにくくってもうすごくいいアイテムでびっくりしました。指でポンポンとなじませても余分なコンシーラーが手にほとんどつかないんです。カバー力があって崩れにくいっていうコスメってちょっとやっぱり乾燥しがちなんだけど、これはね、保湿成分がしっかり入ってあって一日中乾燥は気になりませんでした。今日はいつもよりも若干角度をつけていきます。最初にリキッドライナーを使って軸を描いてあげると、その後パウダーをのせることによってより立体感のある眉毛に仕上がります。過去の動画でも何回も登場しているこの万能カラーで眉毛と、あと最後の方でシェーディングとしても使っています。この美眉メーカーも本当に使いやすくって、買ってからもうこれなしでは眉毛が描けなくなっちゃいました。オイルが入っているのでしっかりとツヤを出してくれます。私は眉頭をしっかり立たせるのが好きなので、今回もしっかり立たせていきます。付属のパフがついてるんだけど、今日は薄付きでツヤを出したかったのでブラシを使っていきます。使ったブラシも概要欄で紹介しているので気になった方は見てください。目元もツヤっぽさのあるアイシャドウを使っていきます。ほんのりピンクの入ったベージュをアイホール全体にのせていきます。ミディアムカラーとして紫のようなピンクのようなこの不思議な色をですね、二重幅にのせていきます。あとくの字にも入れていくんだけど、こことあと下まぶた全体にものせていきます。最後にマットなシャドウを使って目元を引き締めていきます。動画では紹介してないんですけれど、この後リキッドライナーを引いています。Are you finished, Mr. Slade? No, I'm just getting warmed up. 今回使う緑のマスカラには繊維が入っていないので、最初に長さを出していきます。黒のマスカラの上に緑のマスカラを重ねてあげるとちょうどいい発色でしたよ。最近またカラーマスカラが出てきましたよね。私は緑は奇抜なイメージがあったので挑戦したことがなかったんだけど、試すだけ試してみようと思って塗ってみたら全然奇抜にならなくって、むしろ可愛さが出てくれるなって感じたので買いました。もともと発色はいいんですけれども、私は 2,3 回ぐらい重ねていきます。見てください、このレトロなデザイン。ちょっとね、デザインにまず惹かれたのと、あと好きな色味があったので購入しちゃいました。潤いもあって落ちにくいですよ。コリアンメイクっぽく内側からジュワッとした発色にしたかったんだけど難しいですね。ピンクベージュなので本当にナチュラルに
引き締めてくれます。Yeah. 普段からよく使ってる無印の日焼け止めミルクなんですけれど、これをたまたまほうれい線の上に重ねたところ綺麗に隠れたので、それからよく使っています。持っている乳液でも試したんですが、それよりも潤いがあって浸透してくれて、でかつ UV カットができて、1日を通してみるとほうれい線が出にくくなったなというふうに感じます。 Are you finished, Mr. Slade? No, I'm just getting warmed up. 最後にほんのりピンクで血色感を出していきます。はい、できました。こんな感じで遠くからだと緑って分かりづらいですよね。控えめなカラーメイクっていう感じで楽しんでもらえたらいいなと思います。実は納得いかず撮り直したんです。このグレーのアイシャドウだと涼しげすぎて夏っぽいので、今回みたいにピンク紫を使ってみてください。では最後まで見てくれてありがとうございます。いつもいいねやコメントありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。